脱がした方、舐めて。命令タイム。仙台さんは客に触る。命令してるのは私。命令したこと以外しないで。宮城は尺に触る。そこまでする。命令は聞く。だけど素直になんか聞いてやらない。仙台さんが変態だから。変態は宮城の方。でも嫌じゃない。こんにちは。今回は注目のライトノベルを紹介するよ。羽田サシの週に一度クラスメイトを買う話。あらすじはこんな感じ。宮城は週に一度クラスメイトの仙台に5000円を払う。5000円は仙台の3時間を固めるもので、宮城は彼女に命令をする権利を得る。スクールカスト、下位の宮城と上位の仙台。学校で交わることのない2人はそういう契約で放課後を一緒に過ごしていた。宮城がする命令はその日の気分で決まり、仙台は逆らうことができない。ある日の放課後、宮城は仙台を自分の部屋に呼び出し、いつもはしない命令をする。別に仙台さんでなければならないという理由はない。一応さんでもよいし、後藤さんでもよかった。なんなら見知らぬ誰かだって構わなかった。それでも私が仙台さんを選んだのは運命的なものがあったからだと言えたらよかったけれど、実際は偶然に過ぎない。いくつかの偶然が重なって、そこに私の気まぐれが乗って、今仙台さんは私の部屋にいる。仙台さん、こっちに来て座って。命令タイム。足を組んで仙台さんを見る。制服のスカートは仙台さんよりは長いけれど、決まりよりも少しだけ短い。彼女のようにすらりとした足が見えるわけではないが、それはどうしようもなかった。で、どうするの？脱がせて。右足を仙台さんの太ももの上に乗せて、紺色のソックスを指さす。はいはい。はいは1回。はいはい。私の言うことを聞くつもりがないらしい彼女は、わざとらしく、はいを2回繰り返してからソックスを脱がせた。左も？そっちはいい。脱がした方、舐めて。素足で彼女のお腹を軽くつつくと、仙台さんが怪訝な顔をした。足を？そう。夏の初めから仙台さんに5000円を払っているけれど、こういう命令をしたのは今日が初めてだ。いつもは本を読んでくれとか、宿題をしてくれとか、そういうどうでもよいことを頼んでいた。5000円で仙台さんが言うことを聞く。大事なことはそれだけで、内容は重要ではない。だから私はいかにもという命令をしてこなかった。でも今日はどうでもいい命令をする気分じゃない。彼女が従いたくないようなことを言いたくなった。ただくだらない命令に従うことに慣れた彼女が言うことを聞くとは思えなかった。わかった。即答ではなかったものの、予想に反して仙台さんが命令を受け入れる。声には感情のかけらもなかったけれど、私の足首とかかとに手を添える。仙台さんがじっと私の足を見た。背筋がぞくりとする。足が軽く持ち上げられ、頬に生暖かい空気が吹きかかる。そして感じる柔らかな感触。足の甲に仙台さんの舌らしきものが触れた。彼女に前払いで渡した5000円。それは仙台さんを拘束する鎖で、彼女は私に逆らえない。この部屋にはそういう約束があって、彼女は私の言うことを聞くという約束を果たした。もういい。ダメ。嫌なことがあった日は仙台さんを好きにする。彼女とこういう関係になってからそう決めている。そして今日はその日で、だから私はまだ許さない。仙台さんに罪はないけれど、一回舐めたくらいで終わりにするのはつまらない。足を舐めるなんてバカバカしい命令を聞いてくれているのだ。ここまでするつもりはなかったけれど、従ってくれるならもっと楽しまなければ損だ。いつまで続けるつもり？私の気が済むまで。変態。仙台さんの役目は変態の言うことを聞くことだから。にこりと笑って床の上の彼女に告げる。ファンヒーターが暖かい空気を吐き出し続け、仙台さんが熱そうにネクタイをさらに緩める。ブレザーは少し離れたところに脱ぎ捨ててある。ボタンが2つ外されたブラウスからは鎖骨が見えた。仙台さんがふうと小さく息を吐く。そして犬か猫がするように私の足の甲を舐めた。べたりと触れる舌は濡れていて、熱くて柔らかくて、なんだかいけないことをしているような気持ちになる。宮城、楽しいのこれ？まあそれなりに。
舐められている感触は面白いものではないけれど、仙台さんが私の足を舐めているというシチュエーションはかなり面白い。クラスの中でも目立つグループの人間で、先生にも可愛がられているあの仙台さんが私の足を舐めている。大した取り柄もない平凡な私の言うことを聞いて、下僕みたいに足を舐めている。その事実は私の精神を高揚させる。楽しいんだ。じゃあ、気持ちよかったりする？そう言って仙台さんが親指の付け根あたりから足首に向けて舌を這わせる。彼女の体温が乗ったぬるりとした舌の感触に手をきつく握る。胃がぎゅっと締め付けられて奥歯を噛んだ。足の甲に舌が這う。ためらうことなくゆっくりと仙台さんが足の甲を舐め上げる。彼女が何を考えているのかはよくわからない。最初から考えが読めない人だった。私なら他人の足を舐めるなんて絶対にしたくないことだけれど、彼女は文句を言いながらも足に舌を這わせている。お金が欲しいからだとは思えない。他に理由があるなら何なんだろう。頭が良い人の考えなんて想像するだけ無駄なのかもしれないけれど、仙台さんのこんな姿、友達が見たらどう思うだろうね。私の心配より自分の心配をした方がいいと思うけど、この状況を見たら宮城のこと最低の変態だっていう以外にある？大丈夫。ここでしてること学校で話すのは契約違反だから言わない。それよりさ、おしゃべりはいいからちゃんと舐めてよ。私は足の甲を使って仙台さんの顎をクイッと上げた。彼女が目を細める。何か言いたげに鋭い視線で私を見る。私は反抗的な彼女にゾクゾクする。仙台さんの言うことを聞くつもりはないけれど、喋る権利くらいは耐えてあげようと思う。言いたいことがあるなら一つだけ聞いてあげる。私は足の甲で顎を支えたまま彼女を見た。暴力は契約違反。こんなの暴力じゃないし。暴力だね。蹴られたし。顎に当てただけだけど。仙台さんが低い声で言って、私の足首をさっきよりも強い力で掴んだ。彼女は納得していない。鋭い目で私を見ている。嫌な予感がして足を引っ張り上げようとしたけれど、仙台さんは話してくれなかった。それどころか足の甲に唇を押し付けて強く吸った。舌先が足を這う感触とは違う感覚にびっくりと体が震える。やめて。私は命令していない行動をとる彼女を止めようと声を上げたが、言葉は何の意味も持たない。彼女は足裏に指を這わせると親指を噛んだ。この後ハプニングなんかもあって行為はどんどんエスカレートしてゆく。それでも、家に居場所のない仙台と、一人でいたくない宮城の理解が一致して、この契約は続くことになる。そしてお互いの体に触れ合うようになって、なんだかわからない変な気持ちが育ってくる。そしてその気持ちは徐々に大きくなっていくの。嫌だ。この後二人はどうなっていくのよ。楽しみだよね。命令されてるのは仙台さんだけど、彼女も乗れてないよね。この二人、次はどうなるの？どんな命令されるの？めちゃくちゃ気になって、気がついたらめちゃくちゃハマってたよ。初版の発売日は2023年2月17日。その後、6月20日に第2巻が発売されているよ。1巻、2巻の重版が決まって、2023年冬に第3巻発売予定。今現在、ホットなラノベだよね。にもかかわらず、著者の羽田朝氏は今も格読むのウェブサイトに新しいエピソードを更新してくれているよ。ほんと、神だよね。レーベルはファンタジア文庫、出版社は角川だよ。イラストはうさこし、白い砂のアクアトーク、ラピスリアイツ、シンズメモリーズ、シンガロニ、それってパクリじゃないですかなどのイラストが代表作で、漫画マリアレコードワイデン第1章フミカライズ連載中とのことです。うさこしの絵は透明感があって可愛くて、そしてとても綺麗。大好き。そうだよね。リラジ